これが今回のポイントです。ババ流ポイントが。でこれでもほら、こう触ってもバラバラにならない。これがババご飯です。うますぎる。ババご飯史上1、2を争うぐらい工程が多分少ないと思います。さあ、今回もババッとババご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回ははい、こちらを作りたいと思います。丸ごと玉ねぎステーキを作りたいと思います。超簡単にできますんで、早速作っていきたいと思います。ババッとババご飯丸ごと玉ねぎステーキ。材料はこちら。玉ねぎ1個、バター 10g、 黒胡椒少々、タレ、にんにくすりおろし少々、ポン酢大さじ2。玉ねぎまずね、こちら皮付きのまま、ちょっとこのね、ここ分かりますか、この根の部分、ここをまず掃除してあげます。掃除っていうのはどういうふうに？この根をちょっと切るというか、こうコシコシやってもらえば。でこれもう水でざーっと、土がついてますんで、最初に乾いてる乾燥してる時にこうやるとちょっとポロポロ取れるとこもあるんで。でもうこれをこのまま切ります。これは結構ポイントですね。これを切り外してしまうとバラバラになりやすいので、玉ねぎが。なのでこれを残してですね、まずこの根を残したまま半分に切ります。こういう風に。でそうするとこの根がついていることによって玉ねぎがバラバラになりづらいので、ちょっとこの食べれない部分は切ってもらって皮を剥きます。よく玉ねぎステーキっていうと輪切りっぽいやつを思い浮かべたんですけど、はい、違うんですね。あれは結構バラバラになるんで、返し方とかつまようじで止めたりとか結構めんどくさいんですよ。焼肉屋さんでも結構ね出てくるけど、だいたいもうバラバラになっていくじゃないですか。ああいう風にならないためにこのババ流ポイントが根を残すという。この丸ごと焼くことによってちょっと甘みも増しますし、ごちそう感が出ますんで、玉ねぎステーキ感が。でこちら、耐熱の器に入れましょうかね。でラップをします。一人でも玉ねぎ1個食べちゃう。食べれます、これなら。普通に1個食べるってなるといけるかなって思いますけど、これだったら、はい、なんかステーキって言われただけでもうみんなペロッといっちゃいますんで。じゃあラップをしてもらって、はい、じゃあこちら600ワットで4分ぐらい加熱します。もうレンジない方は蓋して弱火で蒸し焼きにしてもいいんで、はい、必ずレンジを使ってくださいっていうわけではないです。もう時短のために、簡単に作るためですね。じゃあその間にこちらにんにくすりおろしですね。ほんの少しでいいと思います。もう玉ねぎ自体結構ネギ類なので、ちょっとパンチを、ステーキっぽくパンチを与えるためににんにくすりおろしほんの少しです。あとはポン酢ですね。これも味付けはめんつゆとかお好みのものでいいですが、今回はポン酢でちょっとさっぱりと。であとはもうやることほとんどないですね。すごい簡単ですね。簡単です。玉ねぎって結構カレーとかで買ってもなかなか使わなかったりとか、量消費できないっていう方多いと思うんですけど、レンチンしてこのステーキっぽくすることで甘みも増すんで結構食べやすいと思います。もうそろそろ4分経ちます。結構蒸気出てますね、水分が。はい、結構熱いのでこれはミトンをして取り出してください。こんな感じですね。ちょっと見ましょうかね。これ熱いんでね、ほんと湯気が気をつけてくださいね、ラップ外すとき。こんな感じにちょっと半透明になってきてますね。でこれで結構火が通ってるので、通常ここでもう加熱してる時に根が切れてるともうバラバラになるんですけども、バラバラになってません。こ
これが今回のポイントです。これ持ってもらうともう柔らかく火が入ってますんで。でこれを焼いていくだけですね。じゃあバター 10g 入れます。で火をつけます。バターが濃厚さを出してくれるのでオリーブオイルとかでもいいんですけど、ちょっとあっさりしすぎちゃうのでバターで焼いてください。でこういうふうにフライ返しにこう置いてもらって、こうですね。で玉ねぎにこうバターの油を吸わせながら、こんだけいじっても全然崩れないので、でこれで弱火にしてもらって蓋をしてちょっと少し蒸し焼きにします。レンジでも火が通ってるんですけど、さらにちょっとトロトロにしたいので、もうとにかく今回工程少ないんで、ババご飯史上1、2を争うぐらい工程が多分少ないと思います。でもちゃんと美味しい量に仕上がりますんで、結構玉ねぎからほら水分が出てますね。これ全部玉ねぎの水分なので、バターもありますけどほぼほぼ水分。ちょっと焼き目見てみましょうかね。いい感じですね。でこれでもほらこう触ってもバラバラにならない、この素晴らしさ、これがババご飯です。すごい。出せ。じゃあこちらポン酢とニンニクですね。でニンニク少なめにしてるんでほんのりニンニク香るぐらいになると思います。じゃあこれ蓋してもらって、ちょっと強火でファーっと酸味を飛ばします。軽くですね。いい匂いしてますね。で一回沸かしてもらって蓋取ってからちょっとだけ酸味飛ばしましょうかね。よし、じゃあ玉ねぎを盛り付けましょう。じゃあこのスキレットの上に盛り付けますんで、一旦玉ねぎだけ取り出しましょうかね。よし。じゃあちょっとソースを煮詰めます。もうこれはバターとか玉ねぎの焼いた香ばしいソースもたっぷりこの中に入ってますんで、こちらを最後にたっぷりかけます。ポン酢とニンニクだけですもんね。そうです。あとバターも入ってるんで、バターと玉ねぎの焼けたメイラード的なやつがですね。じゃあこちらをもうジュッとで、ちょっと彩りが寂しいのでトマトでもね、ちょっとパセリもいきましょうかね。ちょっと散らしてもらって、で仕上げに黒胡椒ですね。はい、こちらで丸ごと玉ねぎステーキ完成しました。さあそれでは早速いただきたいと思います。じゃあステーキなんでナイフフォークでいただきます。根っこは残ってますんで食べずに普通に外してくださいね。いただきます。甘くてとろっとろです。玉ねぎの辛さも全然ないですし、いい部分だけ玉ねぎの甘み、ちょっと香りとでこのバターとポン酢とニンニクのソースがなんかね、すごいあっさりしてる玉ねぎを濃厚に仕上げてくれてます。もうこの触った感じ分かりますよね、トロトロが。こんな根っこはこういう風にね、ほらちゃんと外せますんで、綺麗に根だけこんなに。今こいつがいい仕事をしてくれてバラバラにならずにいけるので、これでも一人で全然ペロリです、一玉。うまっ、うますぎる。ご飯食べれますこれ。うまっ。
お酒にも合いそうですね。合いそうです。罪悪感ないつまみですね。いいレシピできました。じゃあ今回は自画自賛ということで、今回もですね、いいねと思いましたら高評価とチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。以上、ババッとバブご飯でした。